新ニーサ S&P500 とオルカン。結局どっちがいいの？そんな悩みで、投資の第一歩が踏み出せずにいませんか？あるいは、決められないから両方買っちゃえ。そんな風に考えていませんか？結論から言います。初心者が適当に両方買うのは、おすすめしません。なぜなら、それはただ管理を複雑にするだけで、分散効果がほとんど得られないからです。こんにちは。お金と自由の航路へようこそ。今回は永遠のテーマである米国株 BS 全世界株に完全決着をつけます。この動画を見れば数字上の比較だけでなく、あなたの性格ならこっちを選ぶべきという明確な答えが見つかります。もう迷って画面の前でフリーズする時間は終わりです。自分に合った航路を決めて、今日から自信を持って資産形成を進めましょう。まず、よくある勘違いについてお話しします。米国も全世界も良いとこ取りしたいから半分ずつ買う。これは実はあまり意味がありません。なぜなら、全世界株式、いわゆるオルカンの中身は、すでにおよそ 60% 以上が米国株だからです。つまり、オルカンを買った時点で、あなたはすでにたっぷりと米国に投資しているんです。そこにさらに S&P500 を買い足すということは、ラーメン定食にさらに替え玉を追加するようなものです。もちろん意図的に米国比率を 80% くらいに高めたいなら OK です。しかし、なんとなく分散になりそうだからという理由なら、それは間違いです。管理が面倒になるだけなので、基本的にはどちらか一本に絞るのが最もシンプルで王道の航路です。では S&P500 とオルカン、それぞれの特徴を見ていきましょう。ここからが一番大事なポイントです。まずは S&P500。これは最強の矛です。過去数十年、米国経済は世界を牽引し、圧倒的なリターンを叩き出してきました。Google や Apple など、世界を変える企業は、常にアメリカから生まれています。一方、オルカン。これは鉄壁の盾です。米国を含む、先進国や新興国など、世界中の約50カ国、3000社以上に分散投資します。もし将来、アメリカが没落して、次はインドや中国の時代が来たとしても、オルカンなら自動的に、その成長を取り込めます。リターンに関しては、過去の実績で見れば、S&P500 の方が優秀でした。しかし、これからの20年もそうである保証は、どこにもありません。では、具体的にどうすればいいのか。数字以上に大切なのが、あなたの心の問題です。想像してみてください。これから20年、もしアメリカ経済が低迷し続けたら、S&P500 を選んだあなたは、世界に分散しておけばよかったと、後悔しませんか？逆に、アメリカが絶好調なのに、オルカンを選んでいたら、もっと攻めておけばよかったと、悔やみますか？投資で一番の失敗は、暴落や低迷期に、怖くなって売ってしまうことです。つまり、暴落した夜でも、ぐっすり眠れる方。それがあなたにとっての正解です。もしあなたが資産形成の初期ステージで、とにかく失敗したくない、後悔したくないなら、私はオルカンをおすすめします。どの国が勝つかを予想する必要がなく、世界経済全体の成長にかけることができるからです。これは投資家としてのストレスを極限まで減らしてくれます。例えば、オルカンを月3万円、20年積み立てて、年利 5% で運用できたとしましょう。元本720万円が、約1230万円になります。この増えた500万円は、ただの数字ではありません。老後の不安を消し去る安心感であり、大切な人と旅行に行くためのチケットであり、嫌な仕事を断るための自由への切符です。S&P500 なら、もっと増えるかもしれません。でも、
途中で怖くなって売ってしまえばゼロです。大事なのは最高得点を出すことではなく、市場という航路から降りないことなんです。最後にまとめです。攻めの S&P500、守りのオルカン。どちらも素晴らしい投資対象です。100点満点の正解を探す必要はありません。どちらを選んでも、貯金だけで放置するより、はるかに豊かな未来が待っています。一番のリスクは、迷って始めないことです。今日、この動画を見たことをきっかけに、あなたに合った一本を選んでください。そして、一度決めたら、少々の嵐が来ても、手放さずに持ち続けること。それが、お金と自由への最短ルートです。このチャンネルでは、投資を通じて、人生の選択肢を増やすための知識を発信しています。少しでも参考になったら、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。